まずですね、このハイブリッド戦なんですけれども、普通戦争っていうとですね、もう軍隊が衝突した状態、我々有事っていうふうに呼んでますが、有事だけを注目するんですが、このハイブリッド戦の特徴の一つはですね、もう平時の段階からもう戦争が始まっているということなんですね。この平時の段階からまず第一段階として、情報戦とかですね、認知空間の戦いと言われている戦争が発生していると。でそしてこの有事が近づいてくるとですね、実際に軍隊が戦う前にですね、このサイバー戦というふうに呼んでますけれども、この政府機関ですとか重要インフラ、こういったものの機能を止めるといったことを目的にして、このサイバー戦が第2段階で行われると。でその情報戦とサイバー戦を経て、実際に軍隊がウクライナの場合には侵攻してくるという形で有事が発生すると。でこの平時からグレーゾーン有事までですね、こういったものが平時から混然一体となって戦われる、これがハイブリッド戦の特徴だというふうに思っています。例えばですね、当時のゼレンスキー政権の正当性を失わせるために、このゼレンスキー政権がネオナチの政権であるというような情報、偽の情報がロシアからずっと流されていましたし、グレーゾーンが近づいてくると、今度は本当に戦争が起こるのかどうかというですね、ロシア側からは戦争は起こらない、外交的に解決するという情報がずっと流れていました。こういう形でこの実際に戦闘が起こる前の平時から相手の社会の混乱を招くとかですね、相手の政権の弱体化をさせるような偽情報を流していくと。でそれが相手側が気づかないうちにですね、この社会不安であるとか社会の分断であるとか、そういうものを増幅させていくと、そういうことが平時から行われるということになりますですね。ウクライナのサイバー戦はですね、1月の中旬から3波にわたって行われています。で第1波が1月の中旬に特にですね、政府機関の、サイト情報発信を集中的に狙って攻撃をしてきています。サイトが書き換えられてですね、この最悪の事態を恐れよというですねメッセージを流していくという形で、1月の中旬に第1波が発生しました。これと同時にですね、この我々、機能妨害型、機能破壊型というふうに呼んでますけれども、このマルウェアですね、情報を消去するマルウェアが政府機関内でこの時期に発見されています。で第2波がですね、2月の中旬に、でこれはおそらく重要インフラとかですね、政府機能を麻痺させる目的で行われたというふうに思っていますが、政府とかですね金融機関に対して、DDoS 攻撃という形で行われています。でこの結果ですね、ウクライナの銀行のモバイルバンキングが使えなくなったということが発生をしています。で第3波はもう本当にですね、この開戦の24日軍事侵攻が起こる直前にですね、この政府機能の麻痺とかですね、重要インフラの企業の麻痺を狙ってこの機能を破壊する、先ほど言った情報を破壊するマルウェアですね、でこれが政府機関とか重要インフラ企業とかに巻かれていまして、で、この第3波でそんな被害は出なかったんですが、重要インフラとか機能を殺した上で軍事侵攻しよう、そういった攻撃が実際に行われています。ロシアは少なくともこの機能を破壊するマルウェアをですね、21年の3月ぐらいから作り込みをしていた、つまり1年間準備をしてですねマルウェアを作っていたということでですね、約9種類のマルウェアが使われているんですけれども、このマルウェアがほとんど新しい新作のマルウェアだったと。6月ぐらいからの評価は、ロシアはその全力で攻撃をしたんだけれども、サイバー攻撃をしたんだけれども、そういったアメリカの防御協力によって、被害を極減できたんじゃないかと、そういうふうに評価が変わってきています。軍事上ですね、2つ大きな影響がやっぱり出ていまして、で一つはですね、この開戦の真偽をめぐる情報戦ですね、ロシア側からはずっとですね、この部隊が撤退した、それから外交上の解決をするというのが1月の中旬から常に流されていました。これに対してアメリカは
情報開示による抑止、機密開示による抑止というふうに呼んでますけれども、このロシアは確実に開戦をする、攻めてくるという情報を出し続けました。でこのですね総国がウクライナ国内では本当はロシアは攻めてこないんじゃないかというのがキエフのゼレンスキー政権内でも相当力を持っていましたので、最終的に開戦直後にですねキエフの近くまでロシア軍攻めてきましたし、はい、南側のロシア軍は今もう激戦が続いていますけれども、ヘルソン州まで押し寄せてきたわけですね。で開戦の初期においてやはり予備役の動員とかですね、この防御陣地の構築といったですね、実際に入ってきた軍隊を迎え撃つための準備が相当この情報戦によって遅れたというふうに言えます。でそれからもう一つはですね、はい、このロシアの攻撃の成功したのがウクライナが使っていた宇宙の通信衛星の、機能停止ですね。ウクライナ政府は独自の衛星がなかったので、アメリカの通信衛星を借り上げて使っていましたが、この衛星のサービスに対するサイバー攻撃が実際起きて、機能が開戦直後に止まりました。そのため開戦初期においては通信に相当大きな混乱をきたしたというふうに思っています。中国のサイバー部隊の規模みたいな話をさせていただくとですね、中国は軍事改革をしてですね、このミサイルですとか宇宙ですとかこのサイバーの部隊を戦略支援部隊ということで、再編をしています。この戦略支援部隊17万人ぐらいいるんですけれども、そのうちの3万人がサイバー要員というふうに言われています。でアメリカのですね、比較のために申し上げますと、アメリカのサイバーコマンド、これのサイバー要員がですね約6200名強ということですので、それに比較しても3万人というのはかなり多い数字だというふうに思います。で翻ってじゃあ比較のために日本どれぐらいかということなんですが、残念ながら自衛隊のサイバー部隊要員まだ数百名規模の段階です。これ1000名以上に増やすということで今の中規模の計画でも増員をしていますし、新しい3文書が出た後のですね戦略においてはこのサイバーを重視して要員を増やしていくというふうになってますけれども、このやっぱり中国の3万人という規模に比べると非常に脆弱であるということが言えるかと思います。で中国の特徴としてですね、もう一つ軍民融合という考え方がありまして、つまり民間の力をですね安全保障に使っていくということで、サイバー民兵というふうに呼んでるんですが、例えば民間の IT 企業の技術者の人とかですね、大学の研究者の人とかですね、でこれを有事の時に動員ができるという法律ができています。平時からですねこういった軍や情報機関と民間の IT 企業の人の協力があって、その上でサイバー攻撃をやっていると、そういう構図が明らかになっています。中国の平時のサイバー攻撃はですね、我々情報窃取型の情報を盗んでいく攻撃というふうに呼んでるんですけれども、攻撃グループがですねおそらく日本国をうちの国を対象として攻撃をしているグループも十数グループがあるんですね。もうすでに確認されてるわけですね。はい、で一部は人民解放軍系で、一部は国家安全部系で、一部は所在がどこに属しているかわからないということなんですが、でこれらのグループが狙っている情報というのは、政府機関とか独立行政法人とか大学が持っているいわゆる政策絡みの情報もあるんですけれども、かなり多くの部分がですね先端技術を狙った防衛産業ですとか航空宇宙、そういった先端技術を狙ったところに情報を取りに来てるんですね。でこういった攻撃情報窃取型ではあるんですけれども、これ有事になるとそこの企業とかですね政府機関に入り込めていたということになりますので、情報を盗むという機能をですねコンピューターを破壊するっていうプログラムに差し替えればいいので、結果的にはやっぱり事前偵察行為に近い攻撃をしてきてるんだろうというふうに思ってます。特に台湾有事の場合には、中国側からすると、
米軍の来援を止めたいということになりますので、米軍の機能、米軍の活動を支えている社会インフラ、重要インフラですね、特に電力ですとか通信、そして鉄道輸送、そういったところが攻撃のターゲットになってくるだろうというふうに思っています。で、私が個人で懸念しているのは特に電力ですね。電力はですね、電力会社のシステム防護は非常に強固なんですが、最近太陽光発電、自然エネルギーを活用しようということで非常に小規模な発電所が増えています。こういった発電所のですね、制御機器はですね、残念ながらかの国製ということもありまして、でかつ山の中に発電所ありますので、ネット経由でですねオンオフを制御するんですね。でネットから入って止められる、平時にオペレーションしてるってことは、サイバー攻撃でもし侵入されると有事の際にそこを切られてしまうということがありますので、この太陽光発電所をですね一斉に切られるとやっぱり大規模停電がその地域で発生しますので、特に九州電力管内とかですね、太陽光発電の比率が春の晴れた日のお昼前後って非常に高いところが多くありますので、そういう時に狙われるとやっぱりブラックアウトしてしまう。現行の体制や法制上は、自衛隊のサイバー部隊はあくまでも自衛隊のネットワークを守るために任務を付与されていますので、例えば電力が攻撃されましたとか、鉄道が攻撃されましたという場合に、じゃあ出て行ってですねそこを守るないしは対処する、そういった機能は持っていないですね。でこれアメリカは非常に面白くてですね、このサイバーコマンドが持っているサイバーユニットは、アメリカの重要インフラ等を守るために使うということを明言していますので、有事にはですね軍が出てきてアメリカのネットセキュリティを守ると、こういったタスキング任務付与がなされていますですね。私個人的には、軍事演習に付随したサイバー攻撃だろうと思ってます。というのは9月の1日からですねボストークという極東での軍事演習をロシア軍がやっていまして、9月の6日ちょうどプーチン大統領が視察に訪れています。でまさにその9月の6日にですね日本の政府ポータル、それから地下鉄等の交通機関のホームページ、あとミクシー等のですね、SNS を狙った攻撃が起きているんですが、報道されてないんですけれども、同日銀行のホームページもですね地方銀行のいくつかのホームページがやはり同じようにシステム障害によって倒れていまして、オンラインバンキングがしばらく止まったということが起きました。でこれ全部キルネットの犯行というふうに言われてるんですが、ウクライナ戦争でご説明したように政府機能と交通等の重要インフラで、そして金融、これを狙ってくるっていうのはロシアの軍事オペレーションとしてのサイバー攻撃のパターンでもありますので、それが軍事演習をやってる時に同時並行的に起こったっていうのはですね、これはもう日本に対してやっぱり演習をやったというふうに見た方がいいだろうと。でやっぱり警戒監視をして、状況がどうなっているのかをきちっと把握しないと対応ができない、それがまず第一歩だろうと思ってます。でこういった政策サイクルを回すことをですねアクティブサイバーディフェンスというふうに呼んでいまして、今度自民党の提言にはアクティブサイバーディフェンスが入っています。これ我々オブザーブ、オリエント、デシジョン、アクションというふうに呼んでるんですが、ウーダというふうに呼んでますが、これもともと空軍の戦闘の時にですね敵の戦闘機がどこから来ているのかをいち早くオブザーブして、それが相手がどんな飛行機なのかを、オリエントしてどこからどういうのが来ているのかを決めて、じゃあ対応をどうするのか、機関砲を撃つのか対空ミサイルを撃つのか決めてアクションをする。でこのサイクルを早く回すことによって戦闘が優位になるっていうことを、軍事用語でウーダループというふうに呼んでるんですけれども、
これをサイバー空間でもきちっとやっていく必要があるだろうと。でこれがまさにアクティブディフェンスという考え方ですね。そういうところを法律上も体制上も整備をしていく必要があるということになるかと思います。